皆さんこんにちは。埼玉の片隅から釣り人の片隅さんです。このチャンネルではほとんど浮き釣りをしているんですけれども、今回はちょっと変わった釣り、それをご紹介したいと思います。で、今映っているのがオランダ仕掛けで、オランダ仕掛けなどの、こういった特殊な釣りはですね、漁協によっていろいろ規制があったりします。埼玉県西部方面のですね、漁協さんの規則、遊漁規則と照らし合わせるような感じで、解説というかお話をしていきたいと思います。このオランダ仕掛けは仕掛けの一番下にカゴがついてましてね、そこに餌を詰める。その上にこのような枝張りがついていて、でカゴからばらけた餌が魚を寄せて枝張りに魚が食いつくと、そういった仕組みですね。海釣りでいうところのサビキ釣りに似てるかなと思います。で、餌がばらけやすいようにあまり練り込まず、自分の場合はさなぎ粉を多めに使ってますね。で、ギュッと詰めすぎてもばらけにくくなりますので、軽く入れるという感じですね。それで仕掛けをジャボーンと投入。あとは流れの、下流側、流れに向けてですね、竿を倒し気味にする。イメージとしてはばらけた餌が水中を流れていく、そこのラインに枝張りが来るような、そういう感じでやってます。で、魚が食いつくともう手元にブルブルと感触があるので、そうしたらスッと竿を立てる。ガッと合わせなくて大丈夫です。この時は2匹かかったんですけど、取り込む前に暴れて1匹落ちてしまいましたね。ただこれだけのことなんですけど、はまれば非常によく釣れるんです。それで魚の直に手に感触がきますから、それが面白かったりしますね。また釣れてますね。釣れました。追い川ですね。そこそこのサイズですね。こういう感じで釣れてます。もうとても仕組みとしては簡単なんですけど、非常によく釣れるためにいろいろ規制があったりするんです。で、使いやすい場所としてはある程度流れがあって、ある程度のやっぱり水深がある場所ですね。あんまり深いと、魚がそんなに底の方にばかりいなかったりするのでね。で、これ令和6年入間川解禁日のお知らせということで、鮎釣りの解禁日のことです。ここに毛針釣り、オランダ釣り、餌釣り、7月1日から午前5時より全川解禁ということで、鮎の禁漁期間みたいな、その間はですね、オランダ仕掛けを使った釣りって禁止されてるんですよ。で、鮎釣り以外ならいいんじゃないかという考えもあるんですけど、鮎がかかってしまう、稚鮎がかかってしまう可能性があるということでですね、一応禁止というか、グレーゾーンなのかもしれませんが、あらぬ疑いをかけられない方がいいかと思うので、自分はその期間はやりません。で、この日の釣果は追い川がたくさんと、短時間でよく釣れる。次はこれは毛針の流し釣りですね。いわゆるかばり。場所は飯能市の成木川、先ほどと同じく入間漁協さんの管轄ですね。この仕掛けは飛ばし浮き、背浮きというものがついてまして、その下に、道糸から毛針の枝張りが出ている。で、一番最後にまた目印の浮きがついている。この仕掛けをこういった背に投入しまして、で流していく。糸を張り気味にしておく。
そうすると魚が食いついた時に竿に直にブルブルと感触があるんですね。今釣れたのはカワムツですね。このような感じで自分のだいたい流れに直角になるような感じで投入してだんだん下流の方へ流していく、流し切る。でこれを繰り返す感じでまたかかってますね。これは結構いいのが釣れてます。迫力のある婚姻色の追い川が釣れました。まあこういう感じで川の中に立ち込んで釣りをしてますね。これなども先ほど見ていただいた、印刷物なんでしょうかね。入間漁協の鮎の放流期間、これに合わせて毛針は7月1日以降解禁だというふうに出てますので、まあそれ以外の魚を釣る場合はもしかしたらいいのかもしれませんけど、やっぱりそこは自分としてはグレーゾーンなのかなと思うので、いつも7月1日以降に毎年1回か2回か、釣りをしているような感じですね。超過報告も結構釣れるんですよ。で川をだんだん下りながらね、こう釣れるとこを見つけて釣っていくと。変わりましてこちらは埼玉西部漁協さんです。9番目の項目、4月1日より解禁日までカバリオランダ釣り仕掛けは禁止、稚鮎が釣れるためと、鮎釣り漁業6月15日午前8時解禁ということなんですね。4月1日から6月15日の間は稚鮎が釣れてしまう、鮎の子供が釣れてしまうため、カバリもオランダ仕掛けも禁止ということが明記されていますね。でこの場所は坂戸市飯盛川、埼玉西部漁協さんの管轄です。でここで同じようにやはりオランダ仕掛けを使った釣りをしています。この時はめちゃくちゃ釣れました。魚がたくさんいるというのと、そのオランダ仕掛けを使うのに条件がとても合っていたということ、2通りの理由が考えられると思いますけどね。鈴なり3匹かかりましたよということで、おお釣れた釣れた、もう外してはリリース、外してはリリースという感じで、今4匹かかってましたけど1匹外れて3匹っていう感じですね。同じようにカゴに餌を入れてドボーンと仕掛けを投入、そして竿を下流側へ若干倒して当たりを待つ、ブルブルっと来て上げたらかかってますね。2匹ダブルです。川ではこういうシーンを見かけることがありますね。鳥が魚をくわえたと、釣りに行って、自然と触れ合ってこういういろんな生き物なんかを見かけたりとか、そういうのも楽しみの一つですね。で場所が変わりました。同じく西部漁協さん管轄のここは坂戸市の駒川ですね。東上線が走っているその下流側ということになりますが、瀬があります。ここで使うのは先ほども出てきましたけれども、毛針の流し釣り、カバリですね。ここは流れが緩やかで、水深も浅く、この浮きが結構見えている。魚が仕掛けに飛びついてきているのが結構見えるということで、エキサイティングですね。かかってましたと。ゆっくり引き寄せて仕掛けが絡まないように、もう仕掛けをほどいている時間が長くなっちゃうとちょっと楽しくないので、できるだけ絡まないようにゆっくり、魚を引き寄せています。釣れたのは追い川ですね。これもなかなかいい型なんじゃないでしょうか。こういう感じで、もう仕
仕掛けを流して、でこの釣りの場合はあんまり水深がない方がいいですね。浅くてもセニや魚が泳いでいます。餌を探しています。だから深いところよりも浅く割と流れがあるところで効果を発揮するっていう感じですね。短時間でこれだけ釣れています。なかなかいいですね。及川だけですね。場所が変わりました。ここは志木市あたりの柳瀬川です。管轄するのは埼玉南部漁協さんだと思うんですけれどもね、使うのが毛針仕掛け、以前使ってたものが破損したので買い替えてこれになりましたということでね、この箱の裏には使い方の説明、釣り方の説明なんかも載ってます。でこの仕掛けについてちょっとお話ししたいんですけど、以前使ってたものと比べて一番下についている目印の浮きが小さくなってます。それでその分軽いんですよ。で使った感じで、以前のものよりも仕掛けをコントロールしにくくなった。自分の場合は下からの送り込みで仕掛けを投入するんですけどね、それだとなかなか糸をピンと張って流すっていうのが難しい感じ、慣れるのに時間がかかりましたね。オーバースローみたいにビターンと水面へ投入する形だと張ったまま仕掛けを投入できると思うんですけれどもね、そこがちょっと残念な、改変になってますね。で数回流して反応がなければどんどん下流へ移動ということで、南部漁協さんについてなんですけど、この場所遊漁規則みたいなものがですねよくわからない。で各漁協さんで具体的に先ほどの入間漁協、西部漁協みたいに何か別に表しているものがあればいいんですけれども、なんとなくその釣りについては当漁協が定める釣り方に限る、重宝に限るみたいな曖昧な形で書いてあったりして、何を許可してて何を許可していないのかっていうのが分かりづらくなってるんですね。でこれまた後でその書いてある文言みたいなのもお出ししますけれどもね、ですがこの南部漁協さんのこの場所に関してはですね、ある釣りのガイドブックみたいなものにここで、毛針釣りが面白いみたいに出ていたということはですね、ここで毛針釣りをするということは別に悪いことではない、いけない、禁止されていることではないんだということで、行ってやってみましたっていう感じなんですね。漁協さんも電話してもなかなか出なかったりしますからね。こちらは埼玉中央漁協さんと SNS 上でやり取りをさせていただいた時の、スクリーンショットです。相互フォローしているんですね。で昨年でしょうか、何回かお電話をしまして、カバリとかオランダとか禁止されている釣りはありますかということで、質問しようと思ったんですけどなかなか電話がつながりませんで、そのままになってました。でX 旧 Twitter ですね、これのタイムラインに中央漁協さんが時々その荒川の様子などをですねポストしてるんですね。それを見かけまして、そうだと思い出して、問い合わせをしてみたっていうようなことなんですね。こちらから中央漁協さんでは禁止されている釣り、期間限定の釣りはありますか、例カバリ、オランダ等ということで、中央漁協さんの方がいろいろありますので埼玉県のホームページをご覧願えますかというふうにお返事いただきました。ただですね、これ先ほども申し上げましたが、その漁協の規則とルールっていうのは確かにあるんですけれども、次ですね、返信ありがとうございます。釣りについては組合が定めて公表した漁具、漁法以外の漁具、
漁法を使用して遊漁してはならないというふうに書いてあるんです。それが何なのかという具体的なことっていうのはこれを読んだだけではわからないんですね。で、と書いてありますが、オランダ仕掛け禁止とかカバリは鮎の解禁期間内とか具体的なことがわからないのですと再度質問しましたところ、中央漁協さんの方からですね、寄居町の玉淀ダムから東武東上線の間がオランダ毛針が通年禁止です。また4月1日から7月末日まで東武東上線から関越自動車道橋までオランダ毛針禁止ですというような、具体的なご回答をいただきました。詳しいお話をありがとうございます。参考にして聴講させていただきますということでですね、終わったんですけれども、とにかく具体的なことがなかなかわからない。でもこのように詳しく教えていただきまして、今は釣りには行けませんけれども来年以降の、参考に、なる。もしかしたらどこかで中央漁協さんの管轄内で、使うかもしれませんからね、それを知っておきたかったということなんですね。変わりまして、ここは嵐山町時川武蔵漁協さんの管轄です。で、武蔵漁協さんに関しましては直接電話をしましてお話を伺うことができました。禁止されている釣りありますかということで、オランダ仕掛けとかどうですかと、そうしましたらですね、オランダ仕掛けは全面禁止だそうです。ではカバリ釣りなんかはどうですかと伺いましたところ、カバリって何でしょうっていうことで、毛針の流し釣りでなんですけどと、そうしましたら毛針は OK ですよっていうお話をいただいて、それでこの時ここへ釣りに行ったんですね。毛針の流し釣りをするのに良さそうな瀬があるんではないかと。で、かかりました。この日は暑い日で川遊びの人たちが何組か見えてましたね。で、仕掛けが絡まらないようにゆっくり引き寄せて釣りましたと。ただ自分はこの時この場所で釣れたのこの1匹だけだったんですよね。だから1本の動画にはしないでまとめの中に入れるという感じで、収録してるんですけどもね、大きい川ムツでした。まあ1匹でも出ればそれで楽しかったっていう感じもありますしね、釣れなくても自然の中で遊べたということで心が穏やかになったりとかありますね。ということで、ご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、高評価どうぞよろしくお願いします。